ああ、本郷ではないか。どうした？本など抱えてうろついたりして。勉強？ほっほう、感心じゃのう。よし、そういうことならわしも少し手伝ってやるとするか。わしのことなら心配するな。ちょうどぽっかり予定が空いたところなんじゃ。ほう、確かサイ殿はこれから町の警らに出向く予定だったと記憶しておりましたが。メイリン？いつからそこに？サイ殿が本郷に声をかけた直後からです。一部始終を黙って見ていたということか。底意地の悪いやつめ。何かおっしゃいましたか？いや、何も言っておらんぞ。さてサイ殿、先ほどそこで民名に会って聞いたのですが、何やらサイ殿に頼まれて警らを変わったとか。確かに民名に頼みはしたが。理由をお聞かせ願いますか？理由は何でもよいではないか。よくないからこうして伺いにやってきたのです。何かご不満があるのならおっしゃってください。改善する努力はいたしますので。不満などはない。ただ言いたくない。サイ殿、言いたくないと言ったら言いたくないんじゃ。そこまでおっしゃるのであれば、無理にお聞きするのはやめておきましょう。ただし警らには出向いていただきますぞ。もう民名が出かけている頃だろうし、無理にわしまで出る必要はあるまい。民名には私からの連絡が行くまで待機しているようにと言っておきましたので、ご心配なく。今頃城門で首を長くして待っていることでしょう。本郷、すまんがお前も一緒に行ってくれるか？何、心配はいらんさ。皆の見本となるべき将軍がいつまでも子供のようにダダをこねているわけにもいくまい。違いますかな、サイ殿？メイリンめ、本当に可愛げのない娘に育ちよってからに。別にケイラに出ること自体が嫌だったわけではない。それは
もう見つかったか。用というか、わしはこら、服を引っ張るな。話と言われても、お主らに話してやれるような面白い話は何もないぞ。それはもちろん鍛錬あるのみじゃ。鍛錬というのはじゃな。誰じゃ、どさくさに紛れて胸に触った不届き者は。いや、わざとでないのなら構わんが。どうすればと言われても、わしの場合は勝手にこうなってしまっただけじゃし、一般的に言われておるのは栄養のある食事と適度な運動と十分な睡眠らしいが、それはおのおの体質というものがあってだな。何？関係なくもないかもしれんが、お主たちにはまだ早い。この話はしまいじゃ。本郷、他人事のように眺めておらんで助けんか。決まっておるだろ。いや、腹は減っておらんし。そういう気分でもというか、ケーラをせねばならんのでな。ケーラというのは本郷、早くせんか。ひどい目にあったわい。だからといってあんな風にまとわりつかれては怖くてたまらんわ。そうじゃ、下手に体を動かしてもみろ。拳が当たってしまうかもしれんし、蹴飛ばしてしまうかもしれん。そうなったらあんな小さな体だ、怪我をして泣いてしまうかもしれんではないか。泣き出した子供には手がつけられん。言葉は通じぬし、周りのやつらもつられて泣き出すし。そうなったらどうしろと言うんじゃ。
それができるなら苦労せんわ。苦手なのではない。ただ好かんだけじゃ。当然だ。子は国の宝。ないがしろになどはできん。好かんもんは好かんのじゃ。それはおそらくこの間のことが原因なんじゃろう。この間ここらで暴れていたバカを一人のしてやったのだが、その時に泣き出してしまった娘がおってな。一緒に出てきていた者たちは後処理に追われていたから、わしが相手をしてやるしかなくて、泣き止まそうと必死になだめておったのだが、どういうわけかそれを周りで見ていた者たちが妙に懐くようになってな。このざまじゃ。まったく、わしはどちらかというと子供には怖がられている方だったはずなのだが、わけがわからん。何を笑っておる？なに？まさかお主、わしもはらませるつもりでいるのか？やれやれ、わしのような年間にまで手を出そうとは物好きというか。うちの小娘どもだけでは食い足らんということか？そこまで慌てるとかえって怪しいぞ。しかしそうじゃな。自分の娘でもできれば多少は扱い方もわかるかもしれんし。どうじゃ本郷、本当にわしと子作りに励んでみぬか？聞こえんかったか？わしと子作りをせんかと尋ねておるんじゃ。何を驚いておる。この地でこうなすことはお主の義務であろう。けど何だというのじゃ？やはりわしのような年増はだけんということか？待て待て、待たんか。面と向かってそんなことを言われてはこそばゆいわ。まあそこまで言ってくれるのはありがたいが、ならばどうしてわしとの子作りを嫌がるのじゃ？なぜじゃ？生娘かお主は。スウェーデンを前にしてそんな些細なことを気にしてどうする？この育児なしめ。
なんじゃと？こら、またんか本郷。逃げおったか。久しぶりにそういう気分になったというのに、まさか断られるとは思わんかった。まだまだ未熟者ではあるが、見どころはあるようだし、体を委ねてやるのもやぶさかではないと思ったのだがな。まったく雰囲気じゃと？何を小娘のようなことを。しかし小僧めが嬉しいことを言ってくれる。こんな豊島に向かって魅力的などと。その言葉に免じて今回はわしが折れてやるとしよう。だが雰囲気と言われても若い男の趣味はようわからんし。さてどうしたもんじゃろう。